はい、こんにちは。断捨離トレーナーの鈴木まさみです。お邪魔します。どうぞ。はい。どうぞ。おー、ゆったりとした空間ですね。ありがとうございます。築何年くらい経ちますか？そうですね、11、2年になります。ご家族は何人ですか？はい。家族は夫と子供が3人おりまして、上から13歳中学1年生の男の子と10歳5年生の男の子と8歳2年生の女の子がいます。すごい収納がないなっていうイメージなんですけど。そうですね。収納は本当に少なめで、なるべくこう空間をたっぷり取れるような設計で作りました。どこに収納があるんですか、このお家は？はい。収納はこちらになります。収納はこの和室の奥のウォークインクローゼットがメイン収納で、ほぼここで全部入っている状態になります。全部ですか？そうですね。こちらで家族5人分の1年間の衣類を管理しています。1年分を家族5人分そこなんですか？そうですね。はい。その反対側はどうなってるんですか？我が家はちょっといろんな家の中で家庭内引っ越しをしながら寝ているんですね。で、今はいらっしゃる和室で寝ているので、お布団が5人分ですね。5人分ここに入っています。あと下は子供たちのおもちゃが入ってて、もう片付けもね、やってもらって、ここにおもちゃも入ってたりして、はい。っていう状態ですね。では次はキッチンを見せてください。はい。キッチンはこちらになります。はい。家電が少ないですね。そうなんです。はい。家電はですね、こちらの、オーブン兼電子レンジが一つだけですね。はい。他は断捨離しました。炊飯器もないんですか？そうですね。炊飯器とかトースターとかミキサーとかもう全部手放しました。どうやってやってるのかとっても興味深いですけど、キッチンの引き出しなどを見せてください。はい。調達してくるっていうパートと、調理するっていうパートと、提供するっていうこの3分類の流れを意識してます。で、まず調理のパートから言うと、調理器具がこちらとこちらの引き出しになってます。で、頻度が高いものが上の引き出しになってます。もうこの調理器具で毎日の自炊を行ってます。で、頻度が低いものがこちらですね。毎日は使わないけれど必要になることもあるっていうものをこちらに置いています。お鍋類はこちらに入っています。フライパン1つ、卵焼き用が1つ、そしてお鍋とやかんですね。はい。こんなに道具少なくて家族5人分作ってるんですか？そうなんです。食器などはどうされてるんですか？はい、ありがとうございます。食器はこちらに収めてあります。家族5人なので、まず5人分のお茶碗と、お味噌汁、汁碗が、こちらの上段に入っています。で、その下ですね、こちらが大皿系ですね。こちら、毎日おかず作ったものをだいたいこの大皿によそって、そしてこういった取り皿を使って自分のところへ食べたいものを持ってきていただくっていうことが多いです。こっちも見せてもらっていいですか？はい。飲み物ですね。飲み物類がこちらの、引き出しに入っています。お酒も飲みますので、おチョコがあったりとか、はい、これで家族の分。もう誰が何っていうのは固定せず、気に入ったものをみんなが使うっていう形ですね。はい、では気になる冷蔵庫を見せてください。冷蔵庫ちょっと明日買い物に行く予定で、あんまり何もないんですけど大丈夫ですか？はい、下段が野菜室ですね。こっちが、今は玉ねぎとキャベツとネギが入ってます。本当に何もないですね。いや結構まだ今私としては結構あるかなって感覚ですね。この野菜室に関しては。冷凍庫ですね、2段目が。朝のお弁当を使って最後の冷食をちょっと使い切ってしまったので、今ほうれん草だけがっていう状態です。で、上が冷蔵庫になります。こちらもですね、明日買い物に行くので、今こうなってしまってますけど、買い物に行ったら一番上の段までいっぱいになります。この量で今日夕飯と明日の？そうです。お夕飯と明日の朝食と明日持っていくお弁当分までここから作ります。調味料もすごい少ないですよね。そうですね。調味料も無理してるわけじゃないんですけど、自分がもう使い切れないので、
基本は油と、ごま油はあったりなかったりする。あとはお醤油と、めんつゆはあることが多いですね。で、酢もあったりなかったりするっていう感じですね。で、これはかき氷のシロップで、はい、子供たちが今使っているので置いてあります。食材が少ないと不安になったりしないんですか？そうですよね。いや、不安になってる時代もあったと思うんですけど、今はどれだけ綺麗に使い切れるかを自分の楽しみというか、日夜それに楽しんで取り組んでおります。じゃあ続いて洗面所の方をご紹介させてください。洗面所がこちらになります。収納がこの1箇所あります。ここにですね、なんていうんです、衛生用品であったり、ケアするような、消耗品だったりが入ってます。下のカゴが洗濯物を終わったら2階で干しているので、その運ぶ時用のカゴがこちらになります。子供部屋は今2つありまして、そのうちの小さい方の子供部屋になります。お子さん3人いらっしゃるのに机が2つなのは何ででしょうか？そうですね。欲しいって言われたら買うし、いらないって言われたら買わないっていうスタイルで、長男と長女に関しては欲しいっていうことだったんで、好きなものをそれぞれ本人たちが選んだんですけど、次男に関してはあんまり勉強そんなに好きじゃないしいらないっていうんで、そうっていう、じゃあ欲しくなったら言ってねっていうことで今2つになってますね。で、長男も机は欲しいって言ったんですけど、そんなに勉強に今興味がある様子ではないので使っておりませんというのをいいことに私がですねパソコンを置いたり、ちょっと書類と本なんかを置いてお仕事で使わせてもらったりしてます。はい。じゃあこちらが2つ目の子供部屋になります。先ほどのお部屋よりは広めの作りになっています。将来的にね、子供が3人いるのでお部屋を3つ作れるように間で仕切れるような設計にはなっていますが、まだ子供たちがね、1人1部屋欲しいっていう年齢でもないので、今は広い状態で自由に遊べるような空間にしています。子供たちってどうしてもおもちゃをねどんどん出して思う存分散らかして遊ぶと思うんですけど、そういう時にもういちいち散らかさないでとかおもちゃ出さないでって思っちゃうと私の方も気持ちが狭くなっていってしまうので、この部屋はもう思う存分好きに遊べるよっていう風にしておくことによって、自分と相手の領域をしっかり分けて、そっちはそっちで楽しんでねっていう気持ちでね、おおらかにゆったりした気持ちで、子どもたちをね見守ることができるようになります。手伝ってほしいなってすごい思います。でも無理にじゃああなたはお風呂掃除係ねとか、あなたは洗濯干し係ねみたいに決めてもなかなか続かないと思うんですよね。お願いした時、お願いしたいなっていう時に素直にお願いしてやってくれる人がいればラッキーっていう感じで今のところはやってます。そのルールを作って役割を作ってもうあなたはこれだからちゃんとやってよみたいにしちゃうとやっぱお互い苦しいと思うんですね。こっちもさせなきゃみたいな、あなたの仕事なのになんでやってないのって責める気持ちが湧いたりとか、子供もやりたくないけど仕事だからやらされ感みたいになってしまうと、本来断捨離を学んで家事ってすごい楽しい気持ちよくなるための行為って学んでるのに、すごくそこから遠ざかっていってしまうなって感じるので、やれる人がやりたい時にやれることをやるっていうスタンスでいます。ってなると、子供たちはやりたい時は少ないし、やれる時も少ないので、私に来ることが一番多いと思うんですけど、でもそれでも自分のできることをやっていくと、本当最近なんですけど、中学生になった長男が洗濯干すよとか言ってくれたり、お母さんパソコンでブログ書いてていいよとか言ってくれたり、さっき布団入ってていいよって言ってくれたりして、いちいち口で言ってやれとか、なんでやらないのとかってルールで縛らなくても、家族が気持ちよく暮らすためにみんなちょっとずつね思いやりを持って
協力してるんだなっていうのが伝わると、子どもたちって自然にそれがこう見えてきた時に自分のできることで貢献しようとか協力しようって思ってくれるのかなっていうのを最近ちょうど感じ始めているところです。改めてね考えると難しいんですけど、本当に変わったことを何一つしてないっていうのがポイントかなと思うんですよね。ただ物をとにかくしっかり絞り込んだことによって、維持管理の手間っていうのはすっごく減ったと思うんですよね。行動を起こすハードルがすごく下がってるので、ためないでその都度何でもやる。ここもいつもピカピカにすることで自分もこう輝いていたいみたいな気持ちを込めて磨いてたりするんですけど、これも磨こうっていうよりかは食器洗ってその流れでシンクも洗ってもうここも拭いてみたいなのをその都度やるみたいな。でこういうところって1回拭いても家族5人いると毎回使ってその都度びしょびしょなので、綺麗になってる時間のがほとんどないんですよね。なんでもう見つけたらもうこうやりながら、それですかね。はい。断捨離に出会ったきっかけを教えてください。はい。断捨離に出会ったきっかけは、もう最初は単純に家を片付けたくて断捨離に出会いました。っていうのも、当時私は13年前ぐらいになるんですけど、2人目の次男を妊娠していて、そして隣のお父さんお母さんと同居する予定だったんですね。で、実家にも物は多い。そして我が家も汚い。ということで、なんとか一緒に生活するために、そして出産準備をするために片付けなければというところで断捨離に出会いました。断捨離と出会ってどうでしたか？出会った瞬間に、もうこれはただの片付け術じゃないなってもう瞬間的に気づいたんですね。っていうのもその前に私は10代の後半から摂食障害っていう病気を発症して治療を10年ぐらいやってたんですね。で多分もうこの世にある治療はほとんど手を出したんじゃないかっていうぐらい本当に時間もお金もかけて取り組んできた中で断捨離に出会ったら、あれこの10年やってきたこと全部これに集約されてるっていうことに気づいて、片付けじゃないなっていうのはもう直感的にすぐ感じました。どんなところが他の片付けと違うと感じましたか？そうですね。やっぱり単純に住まいが綺麗になれば終わりじゃないっていうところがすごく魅力的だなって、思いました。その空間が自分の心とか頭の状態が映し出されてるっていう理解から、空間を片付けることで心の回復や思考の整理までできるっていうのはやっぱりすごい考えだと思って、この家の中の空間を整えるだけでいいって学んで、これだけでいいのみたいな、そこがね他の片付け術とは違うなと思いました。家を見直した時にその時のまさみさんの家の状態ってどんな状態でしたか？そうですね、もう家の中はですね、とりあえずっていうものがいっぱいで、とにかくいただき物とか無料のものでなんとか生活さえできればいいっていう状態だったんですよね。なんで一つ一つのものはどうでもいいし、お金をかけないっていうことが最優先に来てたので、もうとりあえず暮らせるのにあればっていう状態でしたね。断捨離はどういうところからスタートしましたか？断捨離はもう衝動的に断捨離の本を読んで、これはと思ってキッチンに向かって、当時アパートに住んでいたんですけど、そのアパートのキッチンの引き出しを開けてヨレヨレに伸びた輪ゴムを1本捨てるところから私の断捨離は始まりました。それからどのように断捨離を進めていったんですか？はい、それからはもう1日1つ捨てるって決めて断捨離を進めていきました。っていうのも当時、長男が2歳で、私はお腹がもう大きいで、毎日育児があって自分の体調も精一杯で、なかなかたくさんの時間をね断捨離に当てたりとか、全出しして並べてしまうと、もう2歳の子供がいたらわかると思うんですけど、全部お口に入れてしまったりして危ないと思うんですよね。なんでその物理的にも精神的にも体力的にもそういうことができなかったので、とにかく1日1個間引くっていうことを続ける、それが私の断捨離の進め方でした。なんでもう1日1つ捨てる、1日1社って決めて、もうそれをひたすらコツコツやった感じでした。一気にたくさんじゃなくていいんですね。
そうなんです。もう輪ゴム一本で変わります断捨離トレーナーを目指そうと思った理由を教えてください。もう私は出会った時にこれはただの片付け術じゃないなってひらめいた時からもう断捨離がすごく大好きになっちゃって楽しくて、で毎日やらなきゃやらねばとかじゃなくてもうやりたいっていう形だったんですよね。で好きでやっていたらその様子を見た私のお友達がいつもなんかこう家が綺麗で楽しそうだよねとか悩みなさそうだよねとか声をかけてくれるんですね。で当時はまだちっちゃかった子供たちがいて、でお友達が遊びに来てくれた時にどうしてこんな家片付けられるのとか聞いてくれたり、私も何かの会話の中で毎日9時ぐらいにはまあ家事も終わるからその後は今日何しようって子供とのんびり過ごしてるんだよねって何気なく言った言葉がもう周りから9時暇なの育児みたいになってね、定期的に予防接種連れていくとか健康診断とかもちろんあるけど、あとはもう毎日暇だからじゃあ今日は何する、今日はどこ行って遊ぶみたいな生活をしてるっていう話をしたらもうってどよめいて、そんなはずはないみたいな、だって私たちこんな忙しいのよみたいな話になったんですね。私は特にすごい行動が早いとか効率よく作業できるとかそういう能力に長けているわけでは全然ないので、何が違うんだろうなって考えて、断捨離かなっていう話をしたんですね。そうするとだから断捨離って何？私だってそういう楽でゆとりのある育児したいってなるじゃないですか。でも私はトレーナーでもないし、そんな人にお伝えできるほどの知識も力もなかったので、秀子さんの書籍を勧めて私はこれ読んでやったよっていうところに留めていたんですね。でもお友達が今度何々町のなんとかさん連れてくからちょっとまさみちゃん断捨離の話してやってみたいになって、3人4人って連れてきてくれることが何回か増えていたんですね。でこれは適当なことはとても言えないし、やっぱりみんな私と同じように困ってるんだったら絶対必要だなと思って山下秀子さんの下でしっかり学んできますということで、もちろん私も断捨離大好きだったので、もう断捨離大好きな人が断捨離を学ぶにはこれ以上いい環境はないと思ってのもあったし、やっぱり周りの人が実際困ってて知りたいっていうのをすごい肌で感じた、この2つの理由でトレーナー目指そうって思いました。トレーナー目指すで結構大変だったと思うんですけど、はい、トレーナーを目指す上で得られたものってありますか？そうですね、いろいろありますね。その環境が自分を引き上げてくれるって断捨離でいつも秀子さんが教えてくれてると思うんですけど、環境が自分を本当に成長させてくれるなと思って、一人だったらやらないチャレンジをしてみたり、自分だけだったら絶対しない選択をしてみたり行動をしてみたりっていうところがあるかなと思います。まさみさんの変化をご家族はどう言っていますか？家族はやっぱり一番そばで見てたのは夫だと思うんですけど、変わったねって言われることもすごく増えました。変わったねっていう言葉と同じぐらいここは変わらないねっていう言葉もあるんですけど、出会った時を思えば本当に随分変わったよねっていうのが周りの人の実感でもあるし、誰より私自身がねそう感じていますね。今断捨離トレーナーとしてご活躍されてますが、今どんなお気持ちですか？断捨離トレーナーに慣れてからはもうとにかく毎日最高ですね。はい、もう楽しいの一言です。最後にこれから断捨離したい人に向けて一言お願いします。はい、楽しいことしか待っていませんので、楽しく断捨離をやってみてください。はい、必ず人生が変わると思います。ありがとうございます。ありがとうございました。断捨離事務局の LINE にご登録いただくと、片付けベタタイプ別診断テストを受けられます。あなたがどんなタイプかぜひチェックしてみてくださいね。こちらの LINE からコンテンツやお得な情報もお知らせさせていただきます。ぜひご活用ください。